皆様こんにちは。インポートニットブランドプモアです。今回はポルトガルのロザリオス、そのカクテルグロッソというとっても可愛い色展開の、糸を使って作品を作っていこうと思います。こちらは 100g 玉になっていますので、作品を作っていただきやすいかなと思います。で、素材はコットンが 50%、アクリルが 50% ですけれども、本当に柔らかくて、とっても肌触りのいい糸です。ウェアなんかにもとっても、ぴったりだなと思います。で、今回はこの、糸を使って、今とっても流行ってます。方眼編みにトライしていこうと思います。で、推奨は、これ、見てみますと、5.5 ミリから6ミリ、USA の針で9か10なんですけども、かぎ針の表記はないんですが、もうあえて方眼編み、細い針で3号で編んでいこうと思います。鎖を作っていきます。鎖は75目作っていきます。で、数が多くなっていきますので、10目目ぐらいでマーカーを15目にしましょうか。15目でマーカーをつけていこうと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。10、11、12、13、14、15というふうに15ずつでマーカーをつけながら75目作っていきます。75目作れました。15、30、45、60、75です。で、75のところにもマーカーをつけておきます。で、立ち上がり長編みを、使って方眼編みしていきますので、立ち上がりまず鎖3つ作ります。で、間に、鎖を1つ入れて方眼を作っていきますので、合計4目の鎖の立ち上がりになります。そしてこのマーカーがついている目に針を入れて、で、長編みをしておきます。そして1つ鎖で、この今編んだ目の隣を飛ばして、その次の目に長編みを入れていきます。1つ鎖、1つ飛ばして長編みです。1つ鎖、こんな感じで方眼を編んでいきます。1つ鎖、1目飛ばして1本長編みです。同じ要領で端まで編み進めていきます。端のところまで編み進めてきました。1つ飛ばして一番最初の目のところまで編んできています。で、次、間、鎖1つ入れて、また同じところに長編みを入れていきます。端の目には3本長編みを作っていきます。で、鎖が1つで、また同じところに長編みを編んでおきます。こんな感じで、一番端の目には長編みが1、2、3、3本入っていることになります。
で、編んでいくと、自動的に反対側を、今編んできたのと反対側を向いていると思います。で、同じ要領で鎖を1つ入れて、で、次のこの長編みが入っている目ですね。のところにまた長編みを編んでいきます。で、鎖が1つ。長編みが入っている目に。この要領で端まで編み進めていきます。出発点まで帰ってきました。マーカーがついている目が、1目目ですので、そこに長編みを最後に入れて、そして鎖を1つして、で、この、今マーカーがついているところから数えて、1、2、3、3目目のところ。マーカーから数えて1、2、3です。3目目のところに引き抜きをして一周を終えることになります。この出発点の目には1本、2本、3本。反対側も一つの目に1本、2本、3本。1本、2本、3本の長編みが入っていると思います。これで1段目が編み終わりました。2段目に入っていきます。立ち上がり、鎖3。そして間の鎖が1つ。なので合計4目の鎖を最初は作ります。で、1、2、3、3目目のところにマーカーをつけておきます。そして、次の長編みのところに長編みを編んでいきます。で、普通はだいたいこの頭の2本を拾って編んでいくんですけれども、この足と頭が少しずれていく。ちょっと右にずれていくような感じ、イメージになるので、今回はこの長編みのこの V のところ、足のところの V のところの真ん中にメリヤス細編みの長編み版みたいなイメージで編んでいこうと思います。ここの長編みの足があります。で、ここ最後のところ V になっていると思います。そこの真ん中に針を入れて、長編み、鎖1、ここですね、ここ、いつもでしたらここに入れますけども、この V の真ん中あたりに針を入れて長編みします。で、まだ、モチーフの編み込みを始めないので、この2周目は方眼、全部を方眼編みで編んでいきます。なので、ここの目ではなく、ちょっとこっちですね。V の真ん中に針を入れて、そうするとまっすぐ通っていくと思います。で、鎖、V の真ん中に針を入れて、一つ鎖。という風にして、一周ぐるりと編んでいこうと思います。端まで編み進めてきています。端は、一つの目に3本長編み入っていますので、ちょっと見にくくなってますけれども、一つずつ丁寧に見ていってください。V のところに針を入れて長編み。鎖が一つ。真ん中の目のV のところに針を入れて、長編み、鎖。で、3つ目の V のところに針を入れて、長編み、鎖。という風にして、もうこんな感じでバッグの底が立ち上がっていくようなイメージになります。
また反対側も同じように長編みと鎖1つで編み進めていこうと思います。最後のところまで編み進めてきました。そうしましたら、最後に鎖を1つ入れて、このマーカーがついているところに引き抜きをしておくことになります。で、モチーフは、33マス、1マス、2マスと数えるならば33マス使って、モチーフを編んでいきます。そして左右に3つずつの、このマスを余白として設けていますので、全部で、この端から端まで39マスあると思います。で、一応センターを取っておきたいので、1つ、2つ、3つ、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。20個目の箱のところで、ちょっとここの、最初の鎖ですね。鎖のとここういう風になっていきますので、20個目のところの、マスにマーカーをつけておいてください。で、それをガイドに編み込みをスタートをさせていこうと思います。3周目からいよいよモチーフ、編み込みをスタートさせていきます。3つ目にマーカー、間に鎖が1です。で、1周目、お手元に編み図が、あるかとは思うんですけれども、1周目の編み込みは1つだけ柄を入れていきます。で、その柄を入れる位置なんですけれども、この真ん中のマスにマーカーついてます。その右隣、ここのマスを埋めていきます、まず。で、反対側も、編み込みしていきますので、このマスの右埋めます。で、反対側も同じようにマスの右を一つ埋めていくことになります。で、そこを、こうガイドにしながら編み込みをスタートさせていきますので、位置を間違えないように気をつけながら編んでいこうと思います。結構大きな柄になりますので、一段一段丁寧に見ながら編んでいこうと思います。マーカーのマスの一つ手前、まず長編みを編んで、で次鎖を編んでいましたけど、鎖編まずにこの空間の前段の鎖1のところ側で針を入れて、そこに長編みをします。そしてこのまた前段の長編みのところに一つ長編みをします。これで1マス埋めたことになります。で、また同じようにずっと方眼で編んでいきます。とりあえず1周目、編み込みの1周目は1つだけモチーフを埋めていくことになります。反対側も同じように編み進めていきます。反対側もこのセンターの右隣はマスではなく埋めていくことになります。そしてあとはすべてまた方眼ですね。マスを作っていきます。長編み1本、鎖が1というふうにして編んでいきます。で、次からは、編み図を、ご覧いただきながら、一段一段間違えないように定規か何かを置いて、きっちりと方眼編みの
空間を作るところ、埋めていくところを、よく見ながら編み込みしていこうと思います。3周目の引き抜きを終えました。で、次は4周目に入っていきますけれども、4周目からは少し、この柄を編んでいく場面が多くなっていきます。で、立ち上がりは鎖1、2、3、4つして、3つ目のところにマーカーをつけておきます。で、次、どんな風になっていくかと言いますと、今、このピンクになっているところがセンターです。で、センターの右のところを埋めました。で、次、こんな感じですね。センターの両脇、今埋めたところを埋めて、一つ、マスを作って、その次のところも、埋めていくようなイメージです。で、こんな風にちょっと定規などを当てながら進めていかれると間違いにくいと思います。とりあえず次はこんな感じで今編んだところの上と一つ抜かしてその左隣を埋めていくことになります。前段、の、埋めたところまで来ました。そうしましたらここの上も同じように埋めておきます。そしてこの真ん中はついていますけど、真ん中は方眼マスのままになります。で、左隣も埋めていくことになります。模様編みの2段目はこんな感じになっていきます。で、反対側も同じように、同じ形になるように編み込みをしていきます。編み込みの3段目に入っていきます。編み込み3段目は今編んだところの同じところに2つは編みます。そしてその1つ手前から1つ空間1つ空間1つというふうにして編んでいきます。で、毎段このようにして確認しながらこう編み進めていくことになります。テクニックは全く同じです。柄を一段ずつ追いながら編んでいっていただいたらいいかなと思います。頑張って編み進めていきます。次は編み込みの5段目、5周目入っていきます。1、2、3、4、5。5周目からはこの右の葉っぱのところを、一緒に編み進めていくことになります。で、これは1、2、3、4、5。最初のマスから数えて、1、2、3、4、5。5つマスを作って、その次から1、2、3、4、5。マス5つ分を埋めていくことになります。1、2、3、4、5。5つ埋めていきます。1、2、3、4、5。そして、こちら図を見てみると、1、2、3、4、5、5つ飛ばしています。で、前段の上に1つ1つ、そして中心に1つという風に編んでいくことになります。空間を5マス
1、2、3、4。5マス作ったところでちょうどこの前段のところは埋めた目になっていると思います。なのでその上に一つ空間を作って、またこの前段の埋めている目の上には埋めているこのマスですねを作ります。そして一つ飛ばして、で中心部分を埋めることになります。でこう編み進めていくと、この中心部分すごくたどらないといけないことになるので、ある程度編まれましたら上に移動させておいてもいいと思います。マーカーついている方が中心です。でこれ反対側にも同じようにこの辺りに編む時に邪魔にならないように、でも分かりやすいように中心にマーカーをつけておきます。反対側も同じように編んでいきます。反対側も1、2、3、4、5、5つの空間を作ってから5つ埋めていきます。でここ端が分かりにくいようでしたら、端のこういうところにマーカーをつけておくと、ここが端だなと。でこちらは出発点なので段があるので分かりやすいんですけど、こっちは分かりにくければこんな風にマーカーつけておくと、ここから数えて1、2、3、4、5、そして5つのマスを埋めていくことになります。こちら側と同じようにこちらも編み進めていきます。でこの編み図通りに進めていきます。一つずつ丁寧に見ながら編んでいこうと思います。19段目まで編み進めてきました。今ちょうどここの段を終えたところです。で次移っていきます。次は端から4つ4つ編んで長編みを1本します。空間を4つまず作っていきます。1、2、3、4。4つできましたら3つ埋めていきます。1つ空間、2つ埋めて1つ空間、1、2、1、2というふうになっていきます。1つ空間、1つ
一つ空間で、前段が空間のところ2つ埋めることになります。バッグ本体の模様編みをすべて終えて、この終えたところから1、2、3、3段の方側編み、模様を編まない方側編みを編んでいます。で、今から持ち手を作っていく前に、サイドと底と反対側のサイドにフリルのトリミングをしていこうと思います。で、本体は3号で編んできたんですけれども、トリミング、フリルは4号で作っていこうと思います。で、今一周終えて引き抜きをしたところです。で、一つ立ち上がりを作ります。で、この横の方に進めていきます。で、こう立ち上がりの鎖ですね。鎖、枚段してきていると思います。その鎖を側で拾って、そこに、フリルを編んでいきます。細編み1つします。鎖2つします。そして長編み1本。で、また間に鎖が2つ。そして同じマスのところに長編みをもう1本編んでおきます。で、次のマスは、飛ばします。そしてその次のマスのところにまた細編みをします。そして鎖が2つ。で、長編み1本。で、間に鎖が2つ。そしてまた長編みを同じマスのところに編み入れます。で、次の箱を飛ばして、また同じように細編み、鎖2つ。そして長編みを1本、鎖を2つ。で、またもう1本同じマスのところに長編みを入れます。で、1つ飛ばして、また細編み。という風な、こんな感じで、ちょっと大人っぽく控えめなフリルで作っていこうと思います。端のところまでトリミングを進めています。最後一箱、残ると思います。残るんですけども、今着地をして細編み、そして同じように長編み、鎖2本長編みをこの、最後から2つ目のところに編みます。で、編みましたら次は1つ飛ばさず、この一番左のところに細編みで着地です。そしてまたこの今着地したところにモチーフを編んでいきます。で、次も飛ばさず、その今入れたところの隣ですね。隣のマスに細編み、鎖2つ、長編み、鎖2つ、そして長編み。で、次から先ほどとこのサイドのところと同じように1つ飛ばしてコマで着地。鎖2つ着地したところにと同じマスのところですね。で、鎖が2つ。そして長編み。で、1つ飛ばしてというふうにまた同じように編んでいきます。底の端のところまで編み進めてきました。そうしましたら、ここにも、反対側と同じように一つ編んで、そしてこの一番端のところですね、角のところ、お隣の箱になりますに細編みで着地させます。
で、またサイドの方に移っていきます。で、今編んだところにまた長編み、鎖、長編みと入れます。そして、この角だけは、角今編んだんですけど、飛ばさず、そのお隣のところに細編みをして、最後まで編んでいくことになります。一番端の目に細編みをして、サイドのトリミングを終えておきます。で、それぞれ18個ずつ、今、このフリルができていると思います。で、次、持ち手に移っていこうと思います。今、細編みで終えています。で、一つ鎖で立ち上がりをしておきます。で、今編んできた面をこう返していただいて、で、この、トリミングをしている左側に針を入れて引き抜いておきます。そしてそこから、持ち手を作っていこうと思います。で、他のバッグの底などでよく使っているテクニックですけれども、3つ鎖を作って、1目目のところに針を入れて、そこに長編みをして輪っかを作っていきます。1目目に針を戻して長編みをします。で、鎖3つ。針から数えて、1、2、3、3つ目のところに針を入れて長編みをします。このテクニックを使って、持ち手を作っていこうと思います。長めのショルダーにしていこうと思っています。輪っかを37個作ってきました。長さはお好みで調整してください。で、ねじれがないかを確認していただいて、でこの、スカラップフリルの右隣の箱のところに細編みで着地をさせておきます。フリルの右隣のところに細編みで着地をさせて、そして一つ鎖を作って、今度はこのフリルの左側のマスのところにもう一度針を入れて引き抜いておいて、そしてそこからまた同じ数の輪っかを作っていくことになります。3つ鎖で長編みが1つ。これを37個、先ほどと同じ数作っていくことになります。こちら側と同じ数だけの輪っかを作れましたら、このフリルの右端のマスのところに細編みで着地をさせておきます。そして鎖一つして、そしてこの、最初に作った方の、紐といいますか、この持ち手が出ている箱のところに引き抜きをして、持ち手を終えておきます。で、最後にこの入れ口のところ、トリミングしておこうと思います。で、このフリルと持ち手は4号で、編んだんですけれども、さらに針を一つ大きくして5号で編んでいこうと思います。
で、引き抜きしましたので、一つ立ち上がりをして、そしてマスの中に細編みを一つ入れます。で、鎖が一つです。で、隣のマスに細編み、鎖、細編み、鎖。シンプルに補強の意味も兼ねて入れ口のトリミングをしていきます。で、サイドの紐を外に出して、そしてまたトリミングしていきます。細編み、鎖一つ入れて細編みです。同じように最後までトリミングしていきます。出発点まで帰ってきました。鎖を一つ入れて、最初に細編みをした。その目の頭に引き抜きをして、これでトリミングを終えておくことになります。大流行しています。とっても懐かしい雰囲気の方眼編みバッグ完成しました。バラはよく見かけるんですけども、今回はこのスミレのようなお花のモチーフで編み進めてきました。で、ポルトガルのロザリオスの糸を使っていますけれども、一応2玉、使っています。で、残りますので、深さをもう少し、深くも、していただけるかなと思います。で、お荷物入れますとどうしても方眼なので普通のバッグよりは、伸び感があります。なので少し、平面に置いていると横長になっていますけども、お荷物入れていただくと少し重みで、縦が伸びてきますので、そのあたりもちょっと考えながら、デザイン、されるのもいいかなと思います。で、今回このラブにオープンのハートをつってチャームをぶら下げています。こちらもお好みでアレンジなさってみてください。かわいい方眼編みのバッグ完成しました。大人っぽく少し控えめのフリルに、仕上げています。ぜひお好きな糸で、お好きなカラーで、作ってみてください。いつもご視聴ありがとうございます。インポートニットブランドプモアがお届けしました。